にちは、メイです。リクエスト企画で建築テク&アレンジ集です。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。今回の主役、オレンジの小屋。これを使って建築テクの紹介と、テクを使った入り口アレンジ7選プラス増築1件をやっていきます。まずはオレンジの小屋は、建築上級者が初級に見せかけて作った小屋ですね。色合わせが絶妙で素晴らしいのですが、初心者には他と合わせるのが難しい配色でもあります。ポコアをやってきた中で気がついた建築テクをまずは紹介していきます。テクその1、色数を減らす。大きな色を3色までにすると難易度がぐっと下がるので、まずは色を減らします。ちなみに色数を増やすとどうなるかというと、かなり難易度が高くなってしまいます。同色系でもおしゃれにするのが難しいですね。テクその2、土台を作る。下の段だけブロックを統一していきます。これがあるだけでかなり違います。色を減らして土台を作りました。最初に比べてアレンジがしやすそうですね。土台がないのも可愛いのですが、土台があるとメリハリがつきますね。ここから組み合わせ例です。漆喰の壁とモダンな壁。漆喰の壁とおしゃれレンガ真ん中。漆喰の壁と石の柱真ん中。漆喰の壁と石のタイル。土台はどっしりしたものがおすすめです。漆喰の壁と木の柱上。色の明暗が濃すぎるとちょっと難易度が高くなります。レンガの壁と木の柱上。色の濃さを揃えた方がいい感じになりやすいです。屋根の内側は面倒でやっていません。こちら難易度が高くおすすめしない例です。色合いはいいのですが、細かいかける細かいなので難しすぎて剥げそうって感じです。こちらも集合体で人によっては症状が出ます。取り入れるならどっちかですね。色もまとまっていていいけど、意外と難易度が高い例です。この組み合わせなら下をどっしりさせた方がまとまりが出ますね。建築テクその3、凹凸をつけよう。シンプル可愛いけどシンプルすぎる。こういう時は入り口をへこませるように手前にいろいろ追加します。簡単な方法としては屋根もひとまず飛び出させること。壁と同系色の屋根の支えを追加し滑らかさを。同系色の方がよりおすすめです。これだけだと頭でっかちなのでバランスを取るために土台を伸ばします。左右対称もテクの一つ。ドアの前に階段を。入り口がへこんでちょっとメリハリがついてきました。最初に比べるとかなり情報量が増えてきましたね。入り口周りを追加することでへこませるテクニックです。窓があったら可愛いのでさらに追加します。入り口を左に寄せて窓を作ります。左に寄せると右にスペースができるので右側に窓を追加します。建築テクその4、位置を揃える。この階段の位置も真ん中でいいのですが、ドアと揃えた方がより良くなります。人間は位置の揃っているものが好きなので、意図的に揃えてあげます。なぜか安心してしまうからですね。ドアと階段が揃っていい感じに。揃っていない極端な例はこちら。アートな世界へようこそって感じですね。あえて揃えないのは玄人向けです。ここから入り口のアレンジ例7選です。バランスが悪いところは家具を置くチャンス。物足りないところに置くのがポイント。もう少し飾ってもいいくらいの余白を残すと景色と揃えやすくなります。2つ目、入り口を狭くします。小さいサイズのポケモンの住処ですね。蓋付き窓は開けておいた方が可愛い。土台を拡張します。入り口に合わせて階段も一つに変更。2つ目の完成。ドアと窓のライン、花壇と木箱のライン、長椅子と土のうのラインを揃えています。3つ目のアレンジです。窓を大きくします。大きくしてもドアと同じ高さですね。鉄の囲いを両サイドへ追加。カーテンが可愛いお家の完成。カーテンの色を好きな色に変えてもいいかもしれません。4つ目のアレンジです。ドアを2つに。2つ目のアレンジ例と少し似ています。
違うのは椅子とテーブルと囲い周辺ですね。4つ目のアレンジ完成。コップを置くと生活感が出ていい感じに。ココアは光や影がエモすぎて最高です。5つ目のアレンジは小さいお店ですね。ドアも1つ。カウンターを作ります。看板を置いて、店前を少し華やかにします。シンプル小さいお店の完成。前に飛び出てる土台を変えると、かなり雰囲気が変わるのでアレンジもしやすいです。これは石レンガの壁です。最近私のお気に入りのブロックです。次はモダンな壁に入れ替え。可愛い感じになりますね。次は白い岩。コンクリート風に使えるのでちょっとモダンな感じに。これも結構お気に入り。おしゃれ床石だと結構アクセントになりますね。上の屋根を出っ張らせないバージョンを作っていきます。と言っても斜めテントの屋根をつけるだけ。シンプルでちょっとモダンな感じが好きな人におすすめ。テントを屋根上に看板つけたくなりますね。6つ目のお店でした。7つ目のアレンジです。ドアは一番大きいサイズにするので穴開け。窓もドアの位置と合わせます。ケーキが置いていそうなお店の完成。やっぱり看板が欲しいですね。さらに可愛くするにはモダンな壁に入れ替え。階段もおしゃれ階段にします。こっちの方がよりケーキを売りさばいていそうな感じですね。ということで入り口アイデアが終わったので、次は増築アイデアです。増築アイデア編です。お店を作ります。最初の状態からしっかりやっていきます。まずは色を減らす作業から漆喰の壁に入れ替えます。下は石レンガの壁。テクニック編とここまでは同じですね。ここからしっかり変えていきます。土台を拡張します。縦に横9マスです。家から右へ3マスはみ出させます。家に合わせて輪郭作り。フローリングの床で埋めます。拡張した方の壁の中心を穴開け、土台に合わせて漆喰の壁を拡張。内側の屋根とドア上の屋根の削除。漆喰の壁を1つ増やします。カウンターの窓を横3、高さ2でくり抜き。現状は横9マス、縦7マスです。いびつにしすぎず四角で考えると、後々マチが作りやすいです。ドアを右の窓と同じ高さにするために削除、そして追加。入り口をへこませるために屋根の追加。屋根を作っていきます。端から2番目のブロックにレンガの壁を2つ、プランターを乗せて煙突作り。煙突のラインは平たい屋根レンガ。いらないところは削って屋根をつなげていきます。こんな感じになりました。街づくりをしていて、裏はやらなくてもいいことが多いですが、後で少し作ります。照明を飾り付けます。ドアが小さい時は周りをフレームガラスで囲みます。右と高さが揃いますね。カウンターの窓は両サイドへ。カウンターは桟橋の板。つるつる日よけで窓を引っ込ませます。屋根の支えはドアと合わせて木の色そのまま。木の囲いを屋根の下へ。ランタンとインダストリアルなチェアを3つ。そして看板、正面ができました。こんな感じで意識して作っています。そして紹介していないテクですが、つながりを意識しています。建物とは違う色のものを飾るとき、つながりを意識するとバランスが良くなったりします。右側面と後ろの窓の穴開けをします。上げ下げ窓はドアの色に合わせて茶色です。これで全て完成です。色はかなり抑えて作ったのでまとまりが出たかなと思います。大きな色がオレンジ、白、茶色ですね。黒やグレーは使っている面積が小さいので
大きな色でカウントしていません。あとは好きに飾り付けをして完成ですね。建築テクとオレンジの小屋のアレンジ集はいかがだったでしょうか。メンバー限定で増築アイデアを投稿予定です。チャンネル登録とグッドボタンもぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。